今日はリクエストにもあった健康診断の結果、人間ドックの結果を動画でちょっと話したいなと思います。実はね、まだ見てないんですけど、メールに届いてて、私ね、いつ来るんだろうってずっと待ってたら、なんかメールに埋もれてた。私勝手になんかまだ来てないと思い込んでたからすごく遅くなっちゃったんですけど、これもう安静期間も終わって今元気もりもりなんですけど、この健康診断を受けた日に大腸ポリープが見つかって、そこからちょっとバタバタが起こったんでね、しばらく2週間は安静にしてたんですけど、もうその事情みたいななんかいろいろと話をね、前に動画出してね見てもらえたらと思うんですけど、実はこれで大腸ポリープ1個見つかってます。で、まあそれはね、もう今もう完全にとって細胞検査もして、で細胞検査の結果なんですけど、ちょっとすごい心配してたんですけど、良性で特に問題がない悪性のがんとかではなかったのでよかったんですけど、ただそのなんか向こうの先生が言うには、やっぱりその大腸ポリープってちょっとほっといて大きくなればなるほど悪性になる確率が高くなるから、できるだけ定期的に検診は受けて早めに見つけてちっちゃいうちに切除しておくのが大事だよって言われたから、まあやっぱりね、こういった健康診断って大事なんだなって。あとはね、その大腸ポリープ見つかるまでってもっぱんとって、もっぱんの夜も結構脂っこいものとか日常的に食べる時も結構あったから、やっぱりね、そのもっぱんはもっぱんで取ったら、もうそれ以外の日は全部というか、それ以外の食事は健康的にちゃんと管理しなきゃなって、忙しくてもちゃんと野菜を食べようとか、そもそも思ってたけど、さらに思うようになって、でもっぱんでもね、あんまり脂っこいものを連続で動画撮影っていうのも良くないなとかも思ったり、いろいろとね、心を改めるきっかけにもなるので、そういう意味でも健康診断って本当に受けなきゃなって思いました。薬で治ったり、本当にちょっとした手術で治るものがほっといとくとね、大ごとになっちゃうから、もしね、健康診断とかなんか病院嫌いだよ、受けないっていう方でも、ちょっとできればこの動画とか以前の動画を見て、なんか気持ち変わってもらえれば嬉しいなって。そしたら今後の人生が大きく変わる方がたくさんいると思うので、はい、ぜひ参考にしてください。で、出ました、結果ですよ。これね、怖いよ。私さ、もうこの間の本当にもう大腸ポリープでこいたから、大腸ポリープが問題じゃなかった。まあそれがきっかけだったんですけど、その後のいろいろが問題だったっていろいろ起こったわけなんですけど、ただね、また何かが見つかったら、もしかしたらね、またなんか手術になったりとか、今後ちょっとこの先やばいよみたいになったら怖い。はい、ということでいきますね。ちょっと気合い入れて赤着てみたよ。これなんか他の動画で言ってたんですけど、私手術前にこう夏の服をね、なんかすごい服の部屋の上の片隅からでっかい箱から見つけてきて、そこから手術前から結構こういう夏服増えてると思うんですね、撮ってる動画。気合い入れて赤で言ってます今日も。はい、じゃあもう行きますよ。大丈夫。名前言ってる。ピー入れて。まず、これ韓国語だからさ、全部韓国の健康診断、人間ドックだから、専門用語というか、そういうのがよくわからないけど、지금バロハギンハセよ。今すぐ確認してくださいって最初に書いてあるの。これ何？怖い。待って、これ後にしよう。これは後に見よう。もしなんか、いろいろと検査結果を見た中でまとめとして、じゃあちょっとそれを見よう。数値みたいなのがいっぱい出てて、で、なんか黒い数値で書かれてるんですよ、基本は。なんですけど、たまに異常があるところに、とか見なきゃいけないところ赤文字になってるんですよ。まず、胸囲とかヒップとかのなんかサイズ測られてるんだ。機械ってこれ全部それでわかるんだ。すごい。身長は 161.8 センチで、体重が、これちょっとね、詳しいね、40何キロっていうのを言ったことがないので、これまたね、1本の動画でちょっと撮ろうかなと思ってるんで、またいつか撮るかな。体重しっかり公開動画みたいな。あとそれについてもなんか私の食べてるものとか日常の食べる量とかもちょっと話したらいいなとか考えてます。で、ちょっとこのヒップとかウエストとかなんかやだな。これ飛ばそう。見てもなんかこれが平均かどうかもよくわからんし。で、ちなみに去年とかその前の年とかの記録も横に一緒に並んでるので比較しやすいです。で、視力上がってるじゃん。なんか 0.8 だったのが 1.0 に戻ってる。まあ 0.2 の差だから大したことないのかな。私基本ね、目はね、そこまで悪くならないから、今のところはコンタクトとかメガネ使ったことないです。視力だけがもう唯一の自慢だよ。で、次、
血液検査結果、すごいなんかいろんなのがある。CRP とか PCT、PWDW、RDW、なんのこっちゃかわからんけど数値が出てる。まあでも去年とかその前とかとあんま変わらんかな、数値的には。で、黒文字で全部書かれてるから問題はないみたいですね。次、肝臓機能。ここも A 型肝炎 B 型肝炎が陰性で特に問題なし。数値も、全部黒ですね。で、びっくりするのが本当に去年とかその前と全く差がない。ごめんなさい、面白くない。なんか面白くないかな。面白いなったら困るよね。でも病気でやばいってことだから。いや、でも良かったです。特に変わりはなしで、コレステロールとか CRF 問題ないですね。次、筋肉が、何これめっちゃ落ちてる。LDH って書いてあって、去年161だったのが今143になってる。ね、また筋肉落ちたんかな。私さ、大丈夫本当に。ただでさえね、去年もその前も筋肉量が少ないって言われてたのに、私ね、年々筋肉の量減ってんだけど、いよいよやばいよね。で、胆尿は問題なしの心臓機能。怖い怖い怖い。でも黒文字だから大丈夫か。特に問題はないかな。カルシウム 9.0。これはどうなんだまあでも黒文字だから多分平均以内なんだと思います。塩素とかカルシウムとかナトリウムみたいなのも出てる。あと、やばい。待って、ちょっと怖い。尿検査、私赤文字あるよ。ソビオムコムさ、尿検査。基本全部黒なんですけど、1個だけ、ケトンっていうのがある。ケトンって何？ケトンっていうのが弱陽性。だから若干ちょっとみたいな感じ？大丈夫かな？これ大丈夫？ケトンって何？いちいちさ、この検索しなきゃいけないっていうのがこの韓国で受ける時のこのデメリット。ケトン体は栄養を十分に取れていない時に尿中に出ます。私栄養取れてないのか。栄養取ってるつもりだったんだけど。なんかこれ見てるといろいろ不安になってくんだけど。婦人科、胸おっぱいですね。トゥッキーサハンオプスン。特に問題なさそう。骨密度が、去年が29、今年が28。まあ1の差。黒文字だしいけるか。来た血圧。でも血圧直接書かれてるわけじゃないんか、これ。APP とか CEA の数値が出てるんですけど、特に問題なし。去年ともそんな変わりなし。血圧意外にいけてるな。でも血圧めっちゃ低いってもう測った段階で言われたんだけど、これはまた別の話か。超音波も特に異常なし。CT 検査も、正常。あなたの免疫状態とかが書かれてる。特にでも問題ないみたいだけど、赤文字もないし、書いてないも特に問題なしで、ここからなんかこうビーってグラフになってて、あなたはここからここまでです。で、ここからここ以内に止まってたら正常。ここからここ以内は異常。ここからここは足りないよみたいな。不足みたいなやつ。私こういうの大概不足なんだよ。まず骨格筋量。筋肉量かな。私めっちゃ不足してんだけど大丈夫？で、BMI は若干不足。BMI あれだよね、なんか体重と身長合わせたなんかとかやつ。あとこれ何かわからないのが多い。 SMI 水分量も足りてない、平均以下だ。水分量右手も左手も全部水分不足。なんで？水飲んでんだけどな。もっと水飲まなきゃいけないのか。で、お次が出た。飲酒。なんかこれ、私の体がアルコールに強い弱いとかな。アルコールを飲んだ時の危険度みたいなのが出るんですけど、私めっちゃ赤い文字でもうなんか、ベロベロに酔った人の絵が描かれてるんだけど、飲酒は、抗ウイホムヒョン。すごいもうめちゃくちゃ危険ってことです。私お酒飲むとすごい危険って書かれてて、そうなんですよ。私これ、家系なんですけど、私の親族ってほぼほぼみんな飲めない。母方も父方もお酒弱い人が多くて、私の父母もお酒はもうゼロ、全く飲まない。飲まないっていうか飲めない。なんかちょっと飲んだらもう顔真っ赤になって、体の反応がすごすぎて、全部見てこれ注意になってる。ってこれがんのことなんですけど、お酒飲んだらがんの率がすごい上がるみたいな、みんなそうだと思うけど特にみたいな感じですね。だからそうなんですよ。私はお酒を飲むとやばい体質っていうことなんですよ。もう酔っ払うとかそのレベルじゃないから、ほら全部注意になってるこのあたりで、次
うわ、待って待って待って、怖い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 。待って、これ注意になってんだけど、次も。これ、今何を見てるかっていうと、体のね、どっかいろんな部位の、なんか、癌になりやすい危険度みたいなのを、こう調べて出してくれてるんですよ。だから、今の段階で癌っていうわけじゃなくって、なりやすいタイプか、なりにくいタイプか、注意した方がいい箇所みたいなのを、こう、一個ずつ箇所ごとに書いてくれてるっていう。で、今私注意が入ったのが、肝臓ですね。肝臓は注意になってる。なんか成分とかでわかるのかな。なんかちょっと平均よりも、ちょっと肝臓がんになりやすい確率は高いみたいな。肝臓ってどうやって気をつけるの？なんかはっきりわかんない。他、胃がんとかは特に問題ない。絶対ならないってわけじゃないけど、可能性としては、まあ、普通の人平均レベルの確率。あとは大腸。ポリープは見つかったのに大腸は標準になってる。特にそんななりやすいわけでもない。あと肺ですね。肺も特に問題ないというか標準。カプサンソンってなんだ？こういう時はググる。甲状腺か。甲状腺も特に問題なしだったらもう検索しなくてよかった。油盤だから多分胸だと思うんだけど、標準。ジャグンギョンってなんだ？わかんないけど標準だからもう問題ないとこはもうか。やっぱりでも書いてるけど、タバコ吸ったりお酒飲むと、標準の人ももう危険って書かれてる人以上に癌になったりそういう率がもう上がるから、やっぱさ、タバコとお酒は絶対ダメなんですよっていう。で、今さっきのが表にされてる感じですね。見やすい、わかりやすい感じで。最後まで来た。終了。じゃあちょっとまとめのやつ見ようか。まとめの。私何個かさ、そのわけのわからない数値のとこが赤になってたから、私それ怖いんだけど。今すぐここを確認してくださいってなってる。てか、この言葉がある時代で私なんかあるんじゃないの？確認しなきゃいけないものがあるってことかな。いきますよ。見るよ。デジャンネシギョンソギョン。大腸内視鏡検査のやつですね。これあれだ。そういうことが、だから今すぐ確認してくださいだったのか。私がもうすでに取ったポリープの話だ。大腸に結構でもこう大きくない？ 12 センチの、12センチそんなでかくはない。どんなのついてんだよ。じゃなくて、12ミリの大きさのポリープが発見されましたって書かれてる。でもさ、12ミリって大きくない？なんか取らなきゃいけない大腸のポリープのサイズってあって、なんか5ミリか10ミリか何かを超えるとがんの可能性がすごい高くなるって聞いたことがあるんですよ。結構大きかったんじゃないこれ。だから今すぐ取れっていう感じだったのか。総合病院に行って取ってくださいみたいな、なんかそういう話が書かれてて、でもそれのみですね。今すぐ確認しなきゃいけないのは。その他は特にないな。よかったセーフ。いや、セーフだけどさ、私が注意っていうなんかこの危険のマークがあったところはいくつかあったから、やっぱりそういうとこは注意しないと、それがまた今はなんかこうまだ、おばさんだけどまた出た、おばさん言いたくないけど、まだギリ若いからいけてるけど、40代とか50代とか60代ってなってくると、それがまたね、そこから何か問題が起こってくることもあるから、もう本当に今のうちに気をつけておくことが将来へのなんかこう投資というか、こう健康維持のポイントになるのかなと思うので、やっぱりね、こういうのを受けてどこが今ちょっと危険度があるのか、何を気をつけておいた方がいいのか今からっていうことを知るっていうのは良かったなと思います。毎年ね、私は1年に1回受けてるけど、私の中ではね、例えばの話、何かこう今回もポリープなんですけど、ポリープこの検査の後に例えばすぐできたとしたら、次の検査は1年後だから1年ほったらかしっていうことにもなり得るじゃないですか。だから本当にね、健康診断はできることであれば定期的に、だからもう私的には半年に1回でもまだ遅いぐらいじゃないって思うぐらい、半年に1回やるのでもいいと思ってます。もしやってない方はぜひやってみてください。で、私1個問題あったんですけど、もう回復しておりますのでご安心ください。妊娠とか出産とかを考えてる方は、妊娠するとね、本当にできない検査が私一昨年か1年空いたんですけどあったんで、妊娠前とかの方はね、もう本当にできるだけ健康診断っていうか人間ドックを受けてしっかり調べてからの方がいいと思います。妊娠期間はなかなかできない検査が多いので、はい、ということで参考にしてください。以上、とぎもちの健康診断結果の動画でした。